皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の2月の25日、火曜日ですね。時間がですね、今までで一番遅くなったんじゃないですかね。日本時間の夜の11時24分ということで、9時ですから1時間半ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、2005年6月にロンドンのシティで開かれたイルミナティ秘密会議に招待された英国人高官が、1、イスラエルによるイラン攻撃、核戦争、2、中国へのウイルス攻撃、3、第三次世界大戦の行動計画を暴露したということなんですね。ということで、今回の中国発のウイルスはおそらく、細菌テロであるという可能性が強いですね。すでに2005年のイルミナティの会議でこのようなことが話し合われたと。話し合われてたということなんで、今日のメインテーマはそういうことです。非常に遅くなりまして、ちょっと早くですね、終わらせたいということで、今日の放送遅くなりましたけど申し訳なかったですけど開始したいということで、今日の通算が2944回目ですね。映像も音声も問題なく配信されているということです。ということで、最初は新しいコラムとして新型コロナウイルスの感染の最新情報ということで、これ AFP の日本語版の今日付ですね。今日2月25日、午後2時現在の新型コロナウイルスの感染者確認された国と地域という最新情報なんですね。これで感染者の数がトップになったのが韓国なんですね。893人ということで、これは新生キリスト教会という新生地か、新生地キリスト教会というカルト宗教、これの信者がばらまいたということらしいんですね。ばらまいたというか、礼拝場教会に集まってですね、全国で、数百箇所ある教会に集まって、狭い空間で、密集した礼拝を行ってたということで、彼らが感染を広げたということで、トップになったんですね。で、次が日本で、計で847名ということで、その中のクルーズ船が691名と、クルーズ船以外が156名ということなんですね。で、3番目がシンガポール90名、香港81、タイ35、台湾38、マレーシア22、オーストラリア22、ベトナム16、マカオ18、インド3、フィリピン3、ネパール1、スリランカ1、カンボジア1と、これがアジアなんですね。それで米国が53、カナダが13からヨーロッパがイタリア、なぜかイタリアが多いんですね。229、ドイツ16、フランス12、英国13、ロシア2人、スペイン3人、フィンランド1人、スウェーデン1人、ベルギー1人と、中東イランが多いですね。64、アラブ首長国連合 UAE か13、イスラエル1、レバノン1、イラク1、クウェート3、バーレンス2と、からアフリカエジプト1と、こういうことなんですね。そし
で2つ目として、ダイヤモンド・プリンセス号の死者が4人目の死者が出たということなんですね。80代の乗船者が入院先の病院で死亡したということなんですけど、詳しい情報は政府が隠蔽して、詳しい情報を流さないということなんですね。から3つ目、これ日刊現代今日付、また職員が感染ということで、加藤厚労省は危機管理能力ゼロのポンコツということで、厚労省の職員が職員と検閲官2人が新たに感染したということですね。で厚労省によると、船内業務に当たった職員は41名と、発熱などの症状がなければウイルス検査をしないまま通常業務に復帰させてたという、これ信じられないですね。要するに、感染者の数を増やしたくないということで、41名をそのまま症状がなければということで、業務に、霞が関の厚労省に戻したんですね。だから今後霞が関から出てくると、感染者が出てくるということなんでしょうね。で野党からは厚労省や副大臣、政務官はじめ感染者と接触した厚労省幹部に PCR 検査を実施して結果を国会に報告するよう要求が出ていると。このまま放置してたら厚労省や他省庁、国会内、さらに、通勤ルートで感染が広がる可能性は否定できないと。で加藤厚労省自体が感染している恐れもゼロではないということなんね。から3つ目、マクドナルド店員のマスク着用を認めずと、コロナ禍で安全配慮義務違反の疑いもということ。これは田中龍作ジャーナル今日付ですね。一応新型コロナウイルス関連は以上ですね。それから今日の最新のお知らせで、先週金曜日のメインテーマ、権力維持と憲法改正しか頭にない安倍首相にとって新型コロナウイルスで感染者がどれほど増えようが何人死のうがどうでもいいことなんだということですね。これのYouTube の表紙がこれですね。安倍首相にとって、感染者がどれほど増えようが何人死のうがどうでもいいと。災害対策めんどくさいと。これは現実ですよ。とんでもないやつが首相にずっと居残ってるんですね、これね。そして、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが431名、YouTube が559名で、全部で990名ですね。ということです。そして今日の画像ですけど、今日のメインテーマと連動してますけど、先週ですね、メインテーマでも取り上げましたけど、なぜイルミナティカードの予言が的中するのかということで、この予言、イルミナティカードで1995年に予言されてたことが実現しちゃってるということのおさらいですね。これ95年にこのようなイルミナティカードで予言されてる予告ですね。
ということが実際に2001年に起こっていると。ツインタワーへの攻撃ですね。それから地震と、それから原子力発電所の爆発と、これも予言されてたんですね。でこれを逆さにするとですね、新しい発見なんですけど、これ赤いところなぞると311なんですね、これ。でこっちも波のところをなぞると311と。で、これが1と1なんですね。でこれが3。分かりやすく赤くなぞるとですね、こういうふうなんですね。311と311と。だすでに1995年のカードの中で311が予告されてたと。こういう驚くような秘密が隠されてたということですね。そして、今回のコロナウイルスもちゃんと予告されていると。予言じゃなくて予告ですね、これ。それでこのカードですね、悪魔の、プラーグ、ペストですね。それで、このカードにあるワシントンの国会議事堂、連邦国会議事堂になってるんですけど、実は武漢にアメリカの連邦国会議事堂を模したホテルが建設中だということで、これはワシントンじゃなくて中国の武漢だと。そしてコウモリが空を回っているということで、コウモリを宿主にする新型コロナウイルスがばらまかれると、こういう予告なんですね、これね。そして、不気味な予告ですけど、これが銀座の時計台ですね、和光の。で銀座の和光の時計台のところで、が崩壊していると。で火の手が上がっているという、地震でしょうね。でこの時計台の下で逃げ惑う人の衣装の色がですね5色になっていると。五輪だから今年の東京での地震を予告していると、こういうとんでもないものなんですね。ということで今日の画像です。そして今日の映像ですけど、今日のメインテーマと連動してまして、このアングロサクションミッションという、これプロジェクトアバロンというイギリス人のビル・レイアンという人がイルミナティ、フリーメイソンの秘密を暴露しているという人なんですね。有名な人らしいですけど、私は初めて知ったんですね。で彼が2010年に、YouTube で配信した映像があるんですね。でこの映像の中で彼は2005年の6月に、イギリスのある高官がですね、誤って、イルミナティの会議に、招待されちゃったということで、その驚くべき内容をこのビル・レイアンに、インタビューで答えてるんですね。
でその内容をこのビル・レイアンが2010年の1月の YouTube で、その内容を配信しているということなんです。このイギリス人の高官というのは当然ながら匿名で、顔を出せませんので、彼が代わりにですね、彼が語った2006年5月2005年6月に、ロンドンのシティで、開催された秘密会議に彼は誤って招待されたということ。おそらく彼はイルミナティのメンバーではないんですけど、フリーメイソンのかなり高位のメンバーであって、イルミナティのメンバーだというふうに思われてですね、招待されちゃったんですね。そしたら最初は内容がいわゆる、彼がいつも呼ばれてる会議とは全く違って、最初何を言ってるか分からなかったと。25名から30名ぐらいの全てイギリス人の白人系ですね。で、ほとんど有名な人と。で、保守党の政治家、貴族、あるいは警視総監、警視庁の高官、あるいは軍隊の高官等々25から30名が集まって、記録も一切取らないでめいめい、好きなこと言ってるということで、最初は何を議題にしてるか分かんなかったんですけど、聞いてるうちにですね、恐ろしいことを話してんだということが分かったんですね。そして彼は11ページの原稿をこのビル・レイアンに渡して、そしてインタビューに応じたということなんですね。で、この YouTube の映像ですね、これが見れますんで、ぜひ2010年7月14日配信なんですね。そっか。一応これまでのあれですね、取り上げたところ、コロナウイルスの現状ですね。アップします。韓国、日本、シンガポール、香港、タイ、台湾、マレーシア、ベトナム、そして北米のアメリカ53、カナダ11から欧州、イタリアがなぜか多いんですね。229名ですって。何なんだろう。英国が13、ロシアから中東、イラン、これ全部入んないかな。入んないよ。
アラブ首長国連合、イスラエル一人、からクルーズ船で4人目の死者が出たと。ただ日本政府は詳細に関しては遺族の同意が得られてないということで隠してるんですね。それから厚労省、2人また感染者が出たと。からマクドナルドで、マスクは禁止になってるんですね。マスクすると笑顔がお客様に伝わらないというとんでもない理由で、から今日の最新のお知らせ、 YouTube の表紙で視聴者が約1000名ですね。から画像ですね。予言が的中するイルミナティ、なぜ的中するのかと。これはもうイルミナティの行動計画、世界革命行動計画の予告をしていると。予言じゃないんですよね、予告なんですよねこれ。911、予言じゃないんですよ、予告なんですよ。それから福島、東日本大震災と津波による福島第一原発大事故と。2011年3月11日。そしてこの画像を逆さにすると 3.11 が出てくると。すごいですね。ここまで予告してるんですね。そして今回のコロナウイルス、これもちゃんと予告されていると。武漢なんですね。そして不気味な予言ということで、今年オリンピックの年、銀座の和光堂の時計台が崩壊すると、地震で。そして時計台の下で逃げ惑う人々の服装の色がですね、オリンピックの5色になっていると。オリンピックカラーとリンクしていると。こういうことなんですね。で、今日の映像ですけど、このアングロサクソンミッションという
先ほど言ってましたあるイギリス人の高官ですね。軍の高官であり、その後シティの銀行関係の行為に就いた人ですね。その方がたまたま呼ばれちゃったんですね、イルミナティの秘密会議に。そしてその内容、あまりにも驚愕な内容だったんで、彼は秘密にしておけないということで、このビル・ライアンに、11ページの内容を記したものを渡して、そしてインタビューに応じたんですね。そしてそのインタビューがこの URL です。で、今日のメインテーマはそのインタビューの議事録の日本語訳なんですね。全訳なんですね。すごいですよ、書かれていることは。ということで、メインテーマの前に、この本の推奨本の朗読ですね。今日が33回目。これ以上気候に関することは書かないでと、こういうタイトルですね。2ページですね。1ページ半ですね。気候問題は下級を要します。これは極めて重要な問題です。でもあなたには別のテーマで書いてもらいたいのですと。私は毎月ミッドメディア、訳中スウェーデン最大の新聞コンツェルン傘下の地方紙、ダーラナに寄稿していたと。今日が11分の締め切りで、私の聡明な編集者はまたもや気候に関する3000文字のコラムを受け取ったところだと。彼女のメールの行間からは叫び声が聞こえたと。これ以上環境に関する文章は欲しくないのと。スバンテも私も彼女と同意見だ。これ以上気候に関する文章なんて書きたくないと。書きたいのは例えば文化について、生き生きとした田舎の生活について、ヒューマニズムについて、公立の音楽学校について、反人種差別について。だが現実はこの通り。この問題は大きすぎるとスバンテと私は何度も言われたと。だから受け入れられないと。それは真実であるとともに真実ではないと。なぜなら人々がそう望むなら、犠牲を払い特権を放棄して少しばかり謙虚になる覚悟があるのなら、この問題に取り組むのは難しくないからだと。気候問題自体は受け入れるのに難しすぎることも大きすぎることもない。だが、不愉快すぎるのだと。それはまるで雨でびしょ濡れになったテントの中で大きな寝袋に入って丸くなり、温まってぐっすり眠っているようなもんだと。立ち上がって現実を見たくない。他の人たちと同じようにもっと眠っていたいのだと。ダーラナ氏に書いた私の最後のコラムは、ミッドメディアが気候危機否定論者たちの一方的な主張を何度も意見記事として掲載したことに関するものだったと。ホロコースト否定論者にも匹敵する気候危機否定論者に譲歩する新聞に寄稿することは私の良心が許さないとも記したと。だがミッドメディアは編集方針を変えるつもりはなく、私は諦めたと。最後のコラムが掲載されることはなかったと。こういうことですね。どこのメディアも同じですね、これね。ということで、次の読むところはグレタ4大新聞全部チェックというところですね。34回目ですね。ということで、今日のメインテーマです。今日のメインテーマは例の、2005年6月にロンドンのシティで開かれたイルミナティ秘密会議に誤って招待された英国人高官が暴露したんですね。いわゆるイルミナティ行動計画が話し合われたと。で、1、イスラエルによるイランの攻撃、核戦争、部分的核戦争。
で停戦になって、停戦の後にですね、中国へウイルス攻撃を始めると。そして、中国からの核の攻撃等々があるという前提で第三次世界大戦まで持っていくという話がこの秘密会議の中で、日常会話的に、行われてたっていうんですね。このことを暴露したんですね。それで今日の映像の中で先ほど言いましたように、このビル・ライアンの YouTube 映像、日本語訳付き、これがあるんですね。そして今日のメインテーマで、その彼のこの YouTube 映像の中で語った内容の日本語訳、全訳、これを今日取り上げるということで、次ナンバー2で、英国高官とのインタビュー自体が原稿になってるんですね。これの日本語訳もありますんで、これを取り上げるとかなり長いんですけどね。ということです。で、今日はこのYouTube 映像の中でビル・ライアンが何を言ったかということの前訳ですね。でこの YouTube 映像っていうのは2010年2月16日に配信されたということなんですね。でこれも非常に長い1時間56分ぐらいの映像なんで、文書化すると結構長いんですね。それで要点として一つは、このイギリスの高官っていうのが軍に長くいて、軍の高官であり、で現在はシティ金融関係で、やはり重要なメンバーであるということで、ですからシティの連中といつも会議をしてるんですね。秘密会議等々で、いつものような会議だろうと思って彼は招待されて、この25名から30名の全員アングロサクソン、イギリスの白人が出席する会議に出たんですね。そしたら話している内容がいつもと違うということで、最初は何が何だか分かんなかったんですけど、だんだん聞いてるうちにものすごいことが話されているということで、その内容を彼は危険を顧みずですね、ビル・ライアンに話したということなんですね。で、この内容ですけど、2005年の6月時点で、要するに彼らのイルミナティの行動計画がうまくいってるものと、それから予定よりも実行されてないというものがあって、でこの会議の議題としては、実行されてないことが議題になったということなんですね。で一つはイスラエルによるイラン攻撃、核戦争まで行くということで、その前提としてこの会議の中では、イランは核兵器を持っていると、中国から供与された核兵器を持っているという前提で話してるんですね。それでイスラエルが攻撃を仕掛けると、通常兵器では圧倒されるイランは最後は中国から供与された核爆弾をイスラエルに向けて発射するということで、イスラエルも当然ながら核兵器持ってますんで反撃するというところから、中東に限定された核戦争が仕掛けられるというシナリオなんですね。ただ現実はイスラエルが嫌がったと、拒否したということで、ことなんですよね。それはそうですよね。イスラエル国民にとって、自滅を
核攻撃したはいいけど、逆にイランの核兵器で報復されて、全滅するという危険があるんで、このイルミナティの行動計画に、そうやすやすとは乗らないということで、これは予定通りいかなかったということなんでね。だから現実の世界を見ると、その代わりにトランプがイランのナンバー2の革命防衛隊の司令官をドローンで暗殺したと言って、イランとアメリカの戦争直前まで行ったんですね。でも結局イランもトランプも双方が戦争を望まないというところでとどまったということなんで、やはりシナリオはこのイルミナティの行動計画に沿ってですね、進んでいると言わざるを得ないですね。だからトランプも突然、この司令官を暗殺するというのをフロリダのいわゆるクリスマス休暇中に、ほとんど誰も相談しないで一人で決めたという背景の中には、彼はそのような指令をイルミナティから受けてたということで、だと思うんですよね。そしてこの会議の中で言われているのは、その後中国に、中国に、風邪をひかせるという言葉で彼らが語ってたのは、中国に対してウイルス攻撃を仕掛けるということなんですね。でこれがもう現実に去年の12月から武漢発で、新型コロナウイルスが発生したということで、一般的に言われているのは、武漢地方、武漢等々の湖北省地区のコウモリが宿主で、この変形したコロナウイルスを体内に持って、でそのコウモリを餌としたヘビがいて、そのヘビを捕らえてこの武漢の市場で、販売して、それを人間が食べたということで広がったというふうに、一般的には言われてるんですけどね。でこれが武漢発で、中国全土に広がり、現在は世界全体に広がっているということで、全く新しい新型のウイルスですんで、ワクチンもないということで、パンデミックの直前の状態まで、なっているということなんですね。そして、この会議、イルミナティの会議の中で言われているのは、第3次世界大戦まで持っていくというシナリオがすでに決定されているということなんで、でこの会議に参加している25から30名のアングロサクソンのいわゆるフリーメイソンの後遺者ですね。で、彼らは全員イルミナティのメンバーということで、このイギリスの高官だけがおそらくイルミナティのメンバーではないと。フリーメイソンの後遺者であるけどイルミナティの中には入ってないということだったと思うんですよね。ということで、このアングロサクソンミッションという名前をつけてですね、この25名から30名の参加者っていうのは政治家、自由党の保守党の政治家、
それから貴族、そして、警察軍の高官ということで、有名な人たちも何人も入っていると。イギリス人だったら名前を聞けばみんな知ってるような有名な人たちも入っていると。ただこのイギリスの高官が言うには、イルミナティのメンバーであるけれど、政策を決定する最高位のイルミナティではなくて、彼らはすでに、決定されたいわゆる行動計画を実施に移す実践部隊の責任者たちだということらしいですね。ですからイルミナティの最終決定者っていうのは、奥の院があって、彼らは出てこないということなんですよね。でこの中で、出てくるのは中国を彼らにとって最終的な敵は中国なんだということで、中国に対して、そのウイルスを攻撃をするというとともに、日本政府に対してですね、中国経済に害を与えるような行動指令を出してるけど、日本政府は未だ実行してないという話が出てきてるんですね。でこの話があったのは2005年ですから、2005年の6月ですから、それじゃあその時に、日本政府はその後何をやったかというと、私は一つは尖閣諸島のわざわざ占有権を主張して、対立に持っていったということがイルミナティの指令だったんじゃないかと今から思うとそう思わざるを得ないですね。それによって、決定的な亀裂が始まって、日本と中国のいわゆる軍事衝突まで懸念されるというところまで持っていったと。その発端というのが石原慎太郎なんですね。その当時都知事だった。突然何年でしたっけ、突然、ワシントンのヘリテージ財団に彼は行って、講演して、その中で、尖閣諸島を私有地なんだけど東京都が買い取るということを一方的に、宣言したんですね。それが2012年ですよ。4月の16日で、そこからちょうど民主党政権ですよね。2012年の12月に安倍政権が登場したんで、最後の野田内閣の時です。野田首相の時、その時にわざとですね、石原慎太郎は中国を刺激するためにヘリテージ財団にわざわざ行って、尖閣諸島を国が買い取らなきゃ東京都が買い取るって言って募金運動をしたんですね。それで、何億円という基金を集めて、買おうとしたら野田首相が慌てて、東京都が買うんだったら国が買うということで、国が買い取ったということでもう決定的になったわけですよね。中国との対立関係がおそらくこのことだと思うんですね。中国に打撃を与えるようなことを日本政府にやれと言ってるんだけど、なかなか日本政府はやらないということで、石原慎太郎を駒にして、尖閣の占有権問題を領有権問題を顕在化させたということじゃないかというふうに思いますね。そしてトランプの登場、安倍政権の登場と、それからトランプの登場ということで、
トランプはいわゆる中国との貿易戦争を開始したわけですよね。だから一連のこの2005年6月のロンドンのシティで話し合われたイルミナティ秘密会議、最高幹部の秘密会議の中で言われたことは現在までずっと続いているということだと思うんですね。そういうことで、今日のメインテーマはちょっとこれ全部読むのは長すぎるんで、ぜひご自分で、読んでほしいんですけど、このビル・ライアンの YouTube 映像の日本語原稿訳ですね、これの URL を今貼り付けますので、ということです。で、ナンバー2として、その政府高官とのインタビューの内容を、文書化したものがありますんで、これも長いんですね。これを次のメインテーマとしの中で取り上げたいというふうに思ってるんですね。この中で、ビル・ライアンが言ってるアングロサクセンミッションで、彼が言ってること、計画されている順番は次の通りと、イスラエルがイランを攻撃し、その侵略戦争、その後停戦になるが、その頃同時に全ての欧米諸国で国民に対して政府の軍による強力な支配が起こってくると。その後中国が生物兵器で攻撃を受けると。それはインフルエンザのような病気で山火事のように広がり、世界中に広がり、それから第三次世界大戦が起こると。そしてその時までに全世界の人口の 50% が削減されると。ただ戦争や伝染病によるものだけではないと。これを見ている人にもわかるでしょうが、このような状況においては社会経済基盤が停止するからと。スーパーマーケットに食料はなく、スタンドにもガソリンはなく、電気通信も停止し、水さえも水道から出なくなるかもしれないと。人々はこの状況をやりくりする手段も持たない。ビクトリア朝時代に後戻りするような状況と。産業を持っている人はほとんどいないと。馬も馬車も持ってないと。かって生き延びられたやり方では生き延びられないでしょうと。我々は現代の科学技術の進歩の中で非常に脆いもんだと。私たちは非常に攻撃を受けやすいと。そしてもちろんのこと支配者たちはこのことを知っていると。この段階で、証言者というこのイギリスの高官ですねは推測していました。なぜ彼らは急いでいるのかと。なぜこれをやろうとしているのかと。ここがポイントですね。ここの部分だけでもちょっとアップしてしますかね。
うん。最初の方か。ちょっと待ってください。アングロサクションミッション。彼は答えました。これはアングロサクションミッションだと。これだ。計画されている順番は次の問いと。イスラエルがイランを攻撃し、その後停戦になると。ここですね。その後中国が生物兵器で攻撃されると。それはインフルエンザのような病気で山火事のように広がり、世界中に広がり、それから第三次世界大戦が起こると。そしてその時までに全世界人口の 50% が削減されると。ただ戦争や伝染病によるものだけではなく、これを見ている人はわかるでしょうが、このような状況においては社会経済基盤が停止するからですと。人口削減計画。食料がなくなると。電気止まると。水道も止まると。ビクトリア朝時代に逆戻りすると。で我々は現代人というのは攻撃を受けやすいと。非常に脆いもんだということですね。というのが内容です。次に現在もう54分36秒36名様98名様コメント28件ということで、もう0時過ぎましたね。0時18分ですね。ちょっと急ぎましょう。次トピックス。新型コロナ株安金融相場が逆回転ということで、これ日経新聞ですね。今日は日経平均が一時1000円下げたということで、全世界的に株安になったんですね。
次、サンダーズ氏、必要なら軍事力行使問わず台湾防衛にも言及ということで、サンダーズは金融経済に課税するっていうのがいいんですけど、彼の自分は平和主義者じゃないというふうに言ってる通り、タカ派なんですね、彼はね。これが問題だよね。トランプとあんまり変わんないじゃないかと。外交面では、外交から国家安全保障、防衛に関しては前からちょっと気になってたんですけど、そうなんですね。社会政策、経済政策、金融政策はいいですけど、国防とか軍事等々に関しては彼はタカ派なんですね。から北極圏のノアの箱舟、さらに種子6万種を貯蔵へと、世界の破滅に備えという、これもなんか怪しいですよね。ノルウェー政府が独自にやってるんですね、これね。これもイルミナティ計画の一環でしょうね、おそらくね。から今日の重要情報、クルーズ船死亡者、コロナ感染者かどうかも言えないと、安倍政権の失態隠しか、感染者に続き死亡者も隠蔽と、対策本部も5日間開催せずという、もうとんでもないことが起こってるんですね。これはリテラですね。ということです。今日火曜日の放送はこれで終わりですね。明日水曜日は外国語放送で、英日語放送の予定です。ということで、今日は非常に遅くスタートしましたんで、現在夜中の0時23分ということで、お疲れ様ですね。ということで、今日コメントが33件ということですね。それで視聴されている方が同時期で41名様、全体で105名様、そして実感が59分49秒ということで、ちょっと変則的な放送になりまして、申し訳なかったですけど、今日のメインテーマ